こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、満を持してドロッパーがデビューしました。このワールドの全人類がドロッパーブームに熱狂しています。つまり一人で盛り上がっているのね。さて、いつものように金鉱石の精錬完了までのエンチャントタイムです。もうそんなに欲しいものないでしょうに。一応あります。剣をダメージ増加5に引き上げたいし、採掘用ツルハシはもう1本あってもいいし。まあでも大体においては、経験値のもったいないお化けとの戦いが主な目的となっていたりもします。あれ、宝釣り2は確かすでに持ってたような。被っちゃうともったいないわよ。ここに来てもったいないお化けが増殖したようです。あ、やっぱり。30秒悩みましたが、案外こういう時には追加エンチャントがついてくれたり。ほら来た。てかエン耐性3も被ってますよ。もう全種類の組み合わせ全パターン集めるしかないわね。それはご勘弁ください。さて上位の金リンゴは19個に、地道に数伸ばしています。で、ご指摘いただいたのですが、バージョン 1.9 では上位の金リンゴがクラフトできなくなったみたいです。なのでこの企画ではやはり、死んでもバージョン 1.8 で目標を達成する、ということに相なります。死んでも達成って、つまり確固たる決意で 1.8 にこだわるのね。そういうかっこいい趣旨の解釈は誤りです。さてでは出発です。最近はダイヤ3000個を一区切りと考え、そこまで行ったらさらっと地上でバイオーム探索しようかななどと考えてます。何事？トロッコの降車に伴う瞬間移動ね。うわぁこれも対策しないとならないのか。さて、ドロッパーに入れる丸石は67個です。9箇所も空きがあるので、カウントの余白を簡易収納スペースとして使うのも有用かもしれません。可能性は無限大ですね。まさか本気で盛り上がっていたの？さてトロッコ設置を終えて風車型の角っこ4ブロックを掘るところですが、こちらは先ほどの地下峡谷が待っています。溶岩頼もしいです。さてそういえばもう一つ、訂正があります。前回お見せしたグラフは切片の設定をし忘れていて、直しました。なお、予定より3周短くて済むペースだという計算は変わりません。やっぱりダイヤ採掘ペースは早かったのね。前々作を約 6% 上回っています。今後期待値という時は、今作で修正された期待値を使います。さて、前回に引き続いて洪水エリアです。次の周回では真上から水が来そうで先が思いやられます。そうなるわね。そういえば松明を目線の高さに設置するようにしたのは水流を嫌がってのことなのですが、でもそうめったに洪水はないんですよね。頻度が少ないことを分かっていてなお目線の高さに設置するのは、一旦つけた松明が水に流されるショックを回避するためなんです。とてつもなく嫌なんだ。さて、水の中から溶岩流が見えています。一旦通路から出てせき止めるのが無難ね。さっきクリーパーを見たばかりなので心が却下してます。ブロックされるとは。ナイスブロックね。挑まれた勝負は正々堂々受けて立たないと。よし、隙ありです。潔く負けを認めて天井を塞いでくれたのか。どうやら雨降って地固まるという現象のようです。少しずつ色々間違ってるわよ。さてずっと進んで67周目最後の直線上です。この地下峡谷が、ってあれ？これはことわざに言う、水固まるって現象でしょうか。地がなくても固まることがあるのね。さて地下峡谷は、ほんと慎重に安全確保の壁を作りつつ進出しています。自分でもちょっと慎重すぎるかもと思っていますが、こんな感じでモブが湧きやすい時はよく湧くんです。でもこれも水流と同じで、湧かない時は全然湧かないのよね。結構ムラがあるんですよね。
さて9分進んで、あの目の前の丸石の中がゴールです。雲がカサカサいっているわね。まあ雲なら全然怖くないのですが。お、またか。どうもクリーパーが最近多いです。さて67周目終了。期待値よりダイヤがやや少なめでした。まだ3000個まで300個近くあるわね。やりごたえとしては十分です。さて、最近はもう1周につき1時間超えるので、1周ごとにゲームを切っています。次は68周目に入りますが、どうもゲーム再開直後からモブの声が聞こえると落ち着きません。溶岩頼もしいです。さて風車型の頂点を作ったところです。この周回終わったら一度拠点に戻るので、ここでトロッコワープ対策しておかないとなりません。多分斜めの位置を丸石で埋めておけば。まあうまくいかなかったら地下峡谷にポンと出るだけよね。もし運悪く、クリーパーやウィッチの群れの中にワープしたら死にかねないんです。さてそういえばシャベルの耐久ゲージが減ってきてます。そろそろシャベルも慎重って松明が。このパターンは珍しいわね。そこから8分進んで、また洪水エリアに入りました。見えづらいですが今はクリーパーと戦っているところです。戦っているのは水とでしょ。それにしても、ブランチマイニングでここまで水中系エンチャントが役立ったのは過去のプレイでも初めてです。もっと役立つ時が来たらいいわね。いりません。それより掘らせてください。さて、この周回に入って25分、もう少しで半分の地点です。ここでようやくダイヤが出てきてくれました。また期待値割れしそうな展開ね。ところがダイヤない状態がここから一転。次から次にダイヤが出てきて、しかもその多くの鉱脈は鉱石8つ付きなんです。このわずか12分の間に6箇所の鉱脈を掘り当ててしまい、これだけで1周分の期待値を超えてしまいました。しかし、ダイヤは順調なもののモブの多さは相変わらずです。確かによく見かけるわね。ひょっとしたら昼の時間帯にちょうど洞窟を突き進んでいるのかもしれません。うおー、早く反応できたのは砂利踏んでくれたおかげです。さて、ゴール手前の地下峡谷に着きました。なんだかこの丸石の部分、地底人が作った特殊な構造物みたいよ。あらかじめ地底人が作っておいてくれたら私も助かるんですが。さて丸石をぶち抜いてゴール。ダイヤの数は148個、過去最多です。で、拠点に戻ってきました。だいぶダイヤが増えてきたわね。地上にあるビーコン用のダイヤをばらして加えたら、44スタックと半分あります。さて今まで使っていたシャベルは、もうコスト9ですか。新調する頃合いです。で、運よく効率強化法までついて、新たな採掘用シャベルを手にしました。これは運がいいわね。上位の金リンゴはやっと20個に。最後の鉄の精錬を取って、うおギリギリ経験値30に足りません。まあこんなこともあろうかと、天井の石炭をまだ取っていなかったんです。で、このエンチャントで、ようやく剣をパワーアップさせられるかもしれない日がやってきました。変なノックバックとかがつかなければ。おー。合成コストはお高いですが、これでダメージ増加5、ドロップ増加3、耐久力3という最高品質の剣が完成です。これで弓と剣が揃ったわね。まあでも間違ってたら怖いので、30秒の考慮時間をフルに使って慎重に合成しました。慎重になりすぎよ。よし、トロッコワープ回避成功です。もう一周だけゲームを進めます。で、久々に地下用の地図を確認してみたら、結構上がスレスレなんです。そろそろ北2枚の地図がいるわね。この地図の北はまだ、地上探索すらしてないんですよね。
てそういえば、この周回からは実はバージョンを引き上げたんです。あら、1.9 にしないんじゃなかったの？実は今まで 1.8.9 が出てたこと知らなかったんですよ。どうもランチャーで告知がなかったような、見落としかもしれませんが。で、地下用の地図を更新させたらこんな感じになりました。南に砂漠が見え始めたようね。さて、もうおなじみの構造物前のクリーパーです。ちなみにこの周回で遭遇したモブは、このクリーパーで2体目だったりします。さて、あっさり風味でゴールです。ダイヤは3000個まで63個。つまり次の周回で1スタック集めたら3000個達成します。でもそれより突起すべきが金の数です。100個超えって多いわよね。1周100個は初めてです。さて今回はここまでです。風車型は70周直前、ダイヤは3000個目前ということで、次回はもう1周掘って両方切りが良いところで久々に地上に出ようかと思ってます。ようやく飽きてきたの？案外まだまだいけます。ですが、そろそろ世間体を考えないといけませんからね。手遅れだから安心していいわよ。まあさらっと地上でレアバイオームをいくつか見つけたら、また地下に潜って、次はダイヤ3456個を目指そうと考えています。なんなのその中途半端な数字は。マイクラの単位で言うと1ラージチェストです。では次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。